今回は消しゴムフィギュア塗装です。題材は金消しです。タッグチームの2体を水性アクリル塗料でフリーハンド筆塗りしていきます。2000万パワーズです。今回は第1回バッファローマン分の色分けペイントです。要するにバンダイ製のデカ消しなんですが、商品としては闘魂改造キットというパッケージ商品でした。ザ・ダメージのパート2がバッファローマンとモンゴルマン、当時物の接着剤やシールもついた金消し改造キットでした。今回ペイントするバッファローマンです。バンダイ製のデカ消しはグレートマッスル未満、丸腰製デカ消し以上というサイズ感です。背中にバンダイの刻印があるのが見分けのポイントです。フロントビューからリアビューがこちら。ここから塗装前下処理です。消しゴムフィギュアの塗装前下準備は、煮沸して熱を加え、表面のホコリや油分を落とし、素体を自立できるように成形します。ベンジンに漬け込んで可塑剤、つまり塩ビを柔らかくする薬剤を抜き出します。ミスタースーパークリア艶消しスプレーを塗布して、下地としてマットな塗膜を作っておきます。色分け工程をダイジェストで見ていきます。まずは下地塗装です。モデルカラーのホワイトグレーです。バンダイ製のデカ消しはペールオレンジの消しゴムフィギュアです。ここはしっかり塗りました。ホワイトグレーは真っ白よりも少しグレーがかった落ち着いた明るいグレー系の色です。真っ白より隠蔽感が落ち着いている。白ほど明るすぎないので下地色として使いやすい。白、ライトグレー系のパーツの塗装にも向いている。ブラックやダークグレーよりも柔らかい印象に仕上がります。上から明るい色を重ねる際のベースカラーとして便利。巨大な角と圧倒的なパワーを持つ人気超人です。頭部の巨大な2本の角、これを使ったハリケーンミキサーはバッファローマンを代表する必殺技です。角を失ったり再び手に入れたりする展開もあり、彼のキャラクターを象徴する存在になっています。初登場時は7人の悪魔超人のリーダー格として筋肉マンたちの前に立ちはだかります。バッファローマンの1000万パワー、モンゴルマンの1000万の技、2000万パワーという圧倒的な超人強度を誇るタッグです。ボディのカラーはモデルカラーのフラットフレッシュです。肌の塗装に使いやすいやや濃いめの肌色です。明るい肌色というより赤みとオレンジみを感じる自然な濃色系のフレッシュカラーで、ミニチュアフィギュアの肌や日焼けした肌の表現にも向いています。ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを使って薄めながらムラにならないように塗装を重ねました。塗料を薄めながら色の濃さをできるだけ保つための透明なメディウムです。水で薄めるよりも塗料の色の成分を維持しやすいです。筆塗りで塗料の粘度を調整したいときに便利。このバッファローマンは初代アニメカラーでペイントしていきます。ここでメインカラーである赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかで深みのある赤色で、キャラクター模型の赤い装甲や衣装、武器などの塗装に使いやすいカラーです。鮮やかさのある濃い赤色。明るすぎずしっかりと存在感のある赤です。力強いコントラストを作れます。筆塗りを重ねることで発色を調整しやすいカラー。2000万パワーズのアーマー、手、足に。消しゴムフィギュアを筆塗りで仕上げるなら、パレホは万能カラーとして非常に使いやすい塗料と言えます。実際に筆ムラも目立ちにくく、発色を安定させやすいので、ミニチュアフィギュア塗装との相性は良好です。ここで目にモデルカラーのアイスイエローを塗りました。淡いライトな黄色です。細かい塗り入れなので、先の細い面相筆で丁寧に入れました。ゲームカラーのシルバーを使いました。パンツのバンド部分、バッファローサポーターに。発色が良く、隠蔽力にも優れた銀色です。金属感のある明るいシルバーで、ミニチュアフィギュアの武器や装甲、メカパーツなどの金属表現に使いやすいカラーです。筆塗りでもしっかり色が乗りやすく、下地の色を隠しながら鮮やかな銀色に仕上げられます。シルバー系塗料にはアルミニウムなどの金属顔料が使われています。この金属顔料は光を強く反射するので、下地の色が透けにくくなります。瞳などがしっかり入ると十分に見栄えのするレトロフィギュアです。そして黒です。パレホ、ゲームカラー、ブラックは
発色が良く、しっかりとした黒に仕上がるベーシックなブラックカラーです。筆塗りで扱いやすく、フィギュアの衣装や装甲、紙、武器などの黒い部分はもちろん、細かな色分けや墨入れ、影の表現にも使いやすいカラーです。デカ消し、デカ金消しとは、主に筋肉マンのキャラクターを立体化した通常の金消しよりも大きなサイズの消しゴムフィギュアを指します。通常の金消しは手のひらよりかなり小さいレギュラーサイズですが、デカ消しはそれより大型で、キャラクターの造形やポーズをより大きく楽しめるのが特徴です。1980年代当時、多く流通したものは株式会社丸越製のものでしたが、今回のようなバンダイ製の少し希少なものも有名どころの超人は立体化されていました。パンツ、バッファローサポーター、そして肩アーマーのモーの文字に。頭髪には茶色です。モデルカラーのチョコレートブラウンを使いました。深みのある濃い茶色で、現在使用している茶系カラーの中では特に濃い色味のブラウンです。ロングホーンには下地に使用したモデルカラーのホワイトグレーを上塗りしました。左右で長さの違うタッグ編で見せたバッファローマンのロングホーンです。ここで肌カラーのフラットフレッシュを塗りの甘かったところやはみ出し部分に補色的に使いました。ディティールの書き入れです。マービー4ドローイングの 0.02mm、0.03mm マーカー、超極細ペン、ダークブラウンを使用しました。目元、フェイス、ボディの筋肉のシャドウに使いました。塗料は水性アクリルのファレホをメインに、ウォーハンマーカラーをフォローで使用しました。使用した筆は模型塗装用の面相筆1本です。塗装に要した時間は70分程度でした。塗装後はボデーペンのクリア。本来は車用のトップコートですが、消しゴムフィギュアのフィニッシュには相性が良いので、薄くさっとかけています。色塗り後のレビューです。初代アニメカラーはアーマーが赤。サイズ感とても大きいデカ消しでしたが、なんとかさほどムラなくペイントできました。左右の長さが違うハリケーンヒートができるバッファローマンの造形は珍しい。フロントビューからリアビューです。ということで今回は消しゴムフィギュア塗装、題材は金消し、当時物、バンダイ製デカ消し、闘魂改造キットのタイプ2、2000万パワーズからバッファローマンを水性アクリル塗料でフリーハンド筆塗り塗装しました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。